最初に主催者を代表しまして、旭川西地域9条の会平山沙織が挨拶をいたします。皆さんこんにちは。本日は暑い中、そして美瑛や富良野や名寄や遠くからたくさんお越しいただきまして本当にありがとうございます。若い世代の皆さんにも何かお集まりいただけたようで本当に嬉しく思います。講演の後、高校生以下の皆さんにはネルソンさんの本などが当たる抽選会がありますので、お手元のピンクの半券ありますでしょうか。最後までお持ちください。この講演会は旭川と上川や富良野の9条の会をはじめとする平和団体がいくつか集まり協力して開催しています。皆さんご存知かと思いますけれども、9条の会は2004年に大江健三郎さんらが日本と世界の平和な未来のために日本国憲法を守るという一点で手をつなごうと呼びかけてできたもので、全国各地に作られた何々9条の会の数はなんと7000団体にも上っています。この地域にも20近い9条の会があります。一つの会だけではネルソンさんをお呼びするなんてとてもできないけれど、いくつかが力を合わせれば可能ではないかということになり、今回の講演会が実現しました。さて、今日お話しいただくのはネルソンさんが実際に体験した戦争というものの本当の姿です。戦争体験には原爆ですとか空襲ですとか戦争の被害を受けてしまったという体験と、相手を傷つけたり殺してしまうという加害の体験との2つがあります。私が小さい頃教えられたのは、戦争の被害を受けた方の体験の話が主で、戦争の加害の話というのを聞くことがほとんどありませんでした。しかし実際の戦争というのは被害と加害が表裏一体になったもののはずです。ネルソンさんの体験もベトナムの方々を死に追いやってしまったという意味ではまさに加害の体験ですが、帰国してからは PTSD で本当に辛い思いをされたという意味で被害の体験なのだと思います。今年4月17日に名古屋高等裁判所は自衛隊医薬派兵差し止め訴訟で画期的な違憲判決を下しました。皆さんもご存知だと思いますけれども、その判決文の中で裁判の原告となった市民が持っている平和に生きる権利、これを平和的生存権と言いますが、その平和的生存権は戦争の被害者にならないという意味だけではなくって、戦争の加害者にもなりたくないんだ、そういう人たちの権利、具体的な人権なんだということを認めました。私たちは戦争の被害者にも加害者にもなりたくありません。そのためにはまず真実から目を背けずに正面から向き合うことが大切だと思います。今日はネルソンさんのお話を聞いて、皆さんと一緒に真実は何なのか、それを学びたいと思います。ネルソンさん、どうぞよろしくお願いいたします。ではアレン・ネルソンさんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。1947年ニューヨークブルックリン生まれ、18歳で海兵隊員となり、1966年ベトナム戦争に従軍。除隊後、今お話ありましたように PTSD に苦しめられました。復帰後は日本各地で講演活動を行い、戦争の現実を訴え続けていらっしゃいます。先ほどちらっと拝見したのですが、今日も憲法を守ろうと書かれた素敵なネクタイを締めていらっしゃいます。今日の通訳は
ロバート・ウィットマンさん、道北クリスチャンセンターの館長さんで、わざわざ名寄からお越しいただきました。アレンネルソンさん、今日はブルース演奏も交えながらお話ししていただきます。では早速よろしくお願いいたします。こんばんは。I'd like to start the lecture by thanking all of the organizations and the organizers who have made this lecture possible. はじめにこの会を可能にしてくれたたくさんの組織にお礼をしたいと思います。本当にありがとうございます。And I would also like to thank all the parents who have brought their children to hear this lecture tonight. そして今日子供たちを連れてきた親の皆さんに心から感謝します。And I have given this lecture to many places here in Japan, and I should tell you that at these lectures, it's always more women than men. この話はもう日本のあちこち本当にたくさんの場所でしたことがありますが、その感想から言うといつも女性の方がずっと多いですね。And the women are very powerful. They bring their children, they bring their mothers, their girlfriends, their neighbors, and they always sit in the best seats right in front. 女性はとても力強いですね。自分の友達を連れてきたり、子供たちを連れてきたり、親を連れてきたり、そしていつも一番いい席、一番前に座ってくれるんですね。And usually the men usually sit in the back. で、男性は大体後ろの方に座ってますね。But today I'm so surprised that I have men who are so powerful they're able to get good seats up front. でも今日は違いますね。やっぱり力強い男性がいますね。もう前に座ってる男性たくさんいます。So tonight I would like to start the lecture with a song. This song, it sounds like the blues, but it is not the blues. It is gospel music, spiritual music. はじめに一つ歌を歌いたいと思いますが、これはブルースに聞こえるかもしれませんけれども、厳密に言うとブルースではなくてゴスペルの歌ですね。And the song that I will sing tonight, I will sing Amazing Grace. はじめに Amazing Grace という歌を歌いたいと思います。And I will sing this song in African American gospel sound way. アフリカ系アメリカ人のゴスペル風の歌い方をします。So if you went to an African American church and they sang Amazing Grace, it would sound like this. ですから皆さんがアメリカの黒人の教会にもし行くとしたら Amazing Grace は多分こういう風に聴けると思います。So can you tell them a little bit? Okay, この歌についてちょっと説明するように頼まれたので、この歌を作った人はイギリスの船の船長で奴隷船長と呼ばれた人ですね。でこの人はずっと奴隷貿易してて、黒人をアフリカから北アメリカの大陸に運んだ、そういう仕事をしてる人だったんですね。である時にそれはいけないということに気づかれて、改心して、キリスト教の信仰を持つようになって、そしてその奴隷制度の廃止運動に大きな力を発揮した人です。そういう人の働き運動がこの歌の背景にあるということも皆さんにぜひ覚えていただきたいと思います。save
how sweet, how sweet the sound to say, oh wretch like me, oh yes you did save me, Lord, yes you did. Oh, once I was lost. Oh Lord, but now, right now, oh Lord, right now, I'm found. I was blind. Oh Lord, but now, right now I see. Oh, thank you, Lord. A few years ago, I had the great opportunity to visit the A-bomb museums in Hiroshima and Nagasaki. 数年前に広島と長崎の原爆の博物館を訪ねる機会が与えられました。And as I went through the museums, I could not hold back the tears. その博物館を見たときにもう涙を止めることはできませんでした。Because I realized that my country, America, dropped nuclear weapons on women, children, babies, elderly people, hospitals, schools, and innocent people's homes. 私の国アメリカが子供、女性、病院、学校、無罪の多くの人々に原爆を落としたことを考えると涙を止めることができませんでした。And I realized that the dropping of nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki is the worst form of terrorism ever known to human beings. これがテロリズムの最も悪い形だと思います。So America is in no position to call anyone a terrorist. ですからアメリカは他の誰をもテロリストと呼ぶ資格はないと思います。America has taught the world how to be terrorists. アメリカは世界の人々にテロリストになる方法を教えています。And America needs to apologize to the citizens of Japan. アメリカは日本の国民に謝罪すべきだと思います。And America needs to pay reparations to the families who are still suffering because of this horrifying weapon. そしてその原爆によって苦しんでいる人たちに対してアメリカはもっと責任を持つべきだと思います。As an American, I often wonder why there are so many United States military bases here in mainland Japan and Okinawa. アメリカ人として私はよく思うんです。なぜこんなに日本にまた沖縄に米軍基地があるのでしょうか。I think it's very easy for many mainland Japanese to believe the media and the government's propaganda that the United States bases are here to protect you. 本土にいる日本の多くの人たちは日本政府とアメリカの言うことを信じているかもしれません。それはその基地があるいは兵隊が日本を守るためにここにあるというふうに言っていますから。But as an American, I know the truth. The United States military bases are not here to protect the citizens of Japan. しかし私はアメリカ人として本当のことを知っています。その基地は日本国民を守るためにここにあるわけではないです。The United States military bases are here to control your government. アメリカの基地がここにあるのは日本政府を支配するためです。Japan is an occupied country. Your country is occupied by the United States military. 日本はアメリカの軍隊によって今占領されています。I know that it's very difficult for many mainland Japanese to believe this.
Because you don't hear or see the United States military jet planes flying over your schools and your homes. You don't see the United States military troops walking through your communities. 沖縄以外のところに住んでいる多くの日本人にとってこれなかなか信じられないかもしれません。しかしそれは毎日自分の頭の上戦闘機が飛んでいるのを見ることない、あるいは軍隊が行進していることを見ることないからだと思います。But visit Okinawa and talk to the Okinawan people. They know you're occupied because they see the occupation troops every day. でも沖縄に行ってみてください。沖縄の人たちは日本が占領されていることをよく分かっています。なぜかというと毎日その兵隊と戦闘機を見ているからです。So here in Japan, you do not have a strong democracy. What you have is a puppet government controlled by the United States military. ですから日本の政府は強い民主主義の政府ではないんです。むしろ米軍に支配されている人魚のような政府だと思います。So you don't really have a prime minister of Japan. The prime minister is only the governor of Japan. ですから日本首相は本当の国の首相ではないんです。父みたいな立場にいる人だと思います。You have a president, and your president's name is George Bush. 皆さんに大統領がいるんです。その大統領の名前はジョージ・ブシです。And this is why I believe that all the citizens of Japan, you should have a right to vote in the upcoming United States presidential election. ですから日本国民全員は本当はアメリカの大統領選挙に選挙権があるわけです。The one thing that I learned in the jungles of Vietnam is that war and violence will never bring us peace. 私がベトナムのジャングルで知ったことは戦争と暴力によって平和は絶対来ないっていうことです。I know you know America is being very rich and powerful. 皆さんアメリカはとても豊かでそして力を持っていることは分かっていると思います。But if I could take all of you to America, I will show you the real America. しかし私はもし皆さんをアメリカに連れて行くことができればもう一つの本当のアメリカを見ることを見せます。Not the America of CNN or Disneyland or Hollywood. I would show you the America of poverty. それはディズニーランドのアメリカとか CNN のアメリカとかそういうアメリカではなくて本当に貧困のアメリカを見せます。I think that you citizens of Japan, you would be shocked and surprised at how poor many American families are. 皆さんがアメリカの貧困な家庭を見ると本当に大きな衝撃を受けると思います。Here in Japan, you have homeless men. I know that you have seen the homeless men. But in America, not only do we have homeless men, but we also have homeless women and children. 日本にもホームレスの人たちがいます。男性が多いと思います。しかしアメリカには男性だけではなくて女性も子供たちもたくさんのホームレスの人たちがいます。The homeless women and children, they sleep in the parks. They sleep in doorways. They sleep in streets. And they sleep in homeless shelters. その女性と子供たちは公園で寝たり、道端で寝たり、シェルターで寝たり、さまざまなところで寝泊まりしています。In New York City, at night, 32,000 homeless women and children go to the homeless shelters to sleep. ニューヨーク市ではですね、毎晩3万2000のホームレスの女性と子供たちがそのシェルターのようなところに行ってそこで寝るんです。It's a very common sight in America. You go to the food shopping center. You come out of the food shopping center and there's a homeless woman standing there with her children, begging you for your change. アメリカでよく見る光景ですが、スーパーに買い物に行って出てきたらそこにホームレスの女性と子供たちがいてそのものを狙っているんです。I was raised by a single parent, my mother. I have 3 sisters, so my mother had to feed, clothe, and find shelter for 4 children by herself. It was almost impossible. 私の女の兄弟3人が私のお母さん1人によって育てられました。I have traveled to many places here in Japan, and here in Japan you do have poor areas, but you do not have the slums and the ghettos that exist in America. 私は日本のあちこち行っています。確かに貧しい地域があると思います。しかしアメリカにあるようなスラム街とかゲットとかのようなところはないと思います。I was born and raised in the slums and ghettos of Brooklyn, New York. 私はニューヨーク市のブルックランというスラム街で育ちました。And in these communities, there's always lots of violence, unemployment, drug addiction, and alcoholism. そういう貧しい地域にはいつも暴力がある、アルコール依存症がある、覚醒剤の依存があります。
America always has enough money for war and violence. アメリカはいつでも戦争するためのお金は十分あります。America always has enough money to build nuclear weapons and weapons of mass destruction. 核兵器と大量破壊兵器の武器を作るお金もいつでも十分あります。But America never have enough money to provide jobs, homes, and opportunities for our people. しかしアメリカは仕事と家庭とその生活するのに必要なものを作るそのお金はいつでもないです。Because of my family's poverty, in 1965 I dropped out of high school and I joined the United States Marine Corps. うちの家族は貧しかったから1965年に学校を中退してアメリカの軍隊に入りました。I was very happy and very proud to be a Marine. うちは海兵隊になってとても自慢しました。嬉しかった。And I remember going home to tell my mother that I had joined the Marine Corps. I thought my mother would be happy and proud. Plus it would be one less mouth she would have to feed. で家に帰ってお母さんに伝えました。お母さんもきっと喜んでくれるだろうと思いました。私が軍隊に入ることによって彼女は私の生活考えなくてもいいから。But my mother was very angry, very disappointed, and she even sat down and started to cry. でも私のお母さんは失望して怒ってそして座って泣き出しました。But to me, my mother didn't understand. I was tired of being poor, and the military was offering me many opportunities that she could not. でも私のお母さんも分かってくれなかったのは私はもう貧困にもう疲れ果ていたんです。で軍隊に入ることによっていろんな扉が開かれると私は思ってました。And this is something that you should remember. When you see the United States military soldiers and Marines here on the mainland of Japan and Okinawa, when you look at the news and you see United States military people in Afghanistan and Iraq, please remember they do not come from the middle class and the upper middle class families of America. 皆さんが日本で米軍の兵隊を見るとき、あるいはアフガニスタンとかイラクで米軍の兵隊を見るときに覚えておいてください。彼らは中流とか上流社会の人たちではないんです。They come from the poor families, the working class. They come from the slums and the ghettos. They joined the military because they could not find jobs and there was no other opportunities available for them. 彼らはほとんど貧しい家庭で育った人たちです。スラム街で育った人たちです。他に生きる道ないから軍隊に入った人たちです。And it's the same thing for the Japanese self-defense force soldiers. They do not come from the wealthy, powerful families of Japan. 日本の自衛隊について同じことを言えるのではないでしょうか。日本の裕福な家庭の人たちではないんじゃないでしょうか。They come from the poor families, the working class. They joined the Japanese self-defense force because they could not find jobs and there was no university opportunities for them. 労働階級の人たちが多いのではないでしょうか。彼らは自衛隊に入らないともう大学にも行けない、生きる道がないので自衛隊に入っている人たちたくさんいるのではないでしょうか。The rich and the powerful, their children never join the military. Their children travel abroad, attend prestigious universities, work in their family's corporation. 力のある人とかお金のある人たちの子供たちは軍隊に入ることはないですね。彼らは海外旅行をしたり、いろんないい仕事に就いたりします。George Bush says the war on terrorism is very important, and George Bush is quick to send other people's children to Afghanistan and Iraq to kill and to die. ジョージ・ブッシュさんはテロリズムとの戦争はとても重要だと言います。そして簡単にアフガニスタンとかイラクに兵隊を死ぬために送ります。But George Bush has two daughters who are old enough to join the military. しかしブッシュさんに2人の娘さんがいるんです。彼らも軍隊に入る年齢になっています。But George Bush's daughters will never join the military. They will never go to the Iraqi war. でもブッシュさんの娘さんたちはきっと軍隊に入らないと思います。イラク戦争に行くこともないと思います。They will never fight against terrorism. 彼らはテロリズムと直接戦いません。The former Prime Minister of Japan, Kusumi, was also very quick to send other people's children off to war. 小泉首相も他の人たちの子供たちを簡単にイラクに送りました。But Kusumi didn't send his son to war. しかし自分の息子を送れなかったですね。Kusumi's son stayed very safe in Tokyo. 小泉さんの息子はもう安全な東京にいました。I even saw him on television selling beer. もうテレビでビールのコマーシャルでやってるのを私も見ました。
It is always the poor children of every nation that find themselves on the battlefields killing each other. お互いに殺し合う世界中の人たちはみんな貧しい人たちです。But I don't think that you really realize how brutal and tough the training is to be a soldier or Marine. しかし兵隊、海兵隊になるための訓練、皆さんどんなに厳しいものであるか、おそらく想像もできないと思います。But the first thing they teach you on the very first day when you go into the military, they teach you to keep your mouth shut. 1日目にまず教えてくれることは黙ることです。口を閉じることです。As parents and teachers, I know you work very hard to get your children to use their minds, to think, to ask questions, to figure out the problem. But in the military, there is no thinking. 皆さんは親として、あるいは先生として子どもたちによく考えるように、考えて自分で結論を出すように教えていると思いますが、しかし軍隊では考えることはいけないことです。They tell you every day, you're not in the military to think. We will do the thinking, you will follow orders. 毎日毎日言われます。あなたは考えるために軍隊にいるわけじゃない。私たちは考える。あなたは命令に従えばいい。In training, you wake up very early in the morning, always before the sun has risen. 訓練の時にですね、必ず夜明け前にまず起きます。You have to run many miles and you do many hours of physical exercises. そして何キロも走って、長い時間体操します。You have to attend many classes where they teach you how to use and how to take care of your weapons. 講義も受けます。特に武器の使い方についての講義を受けます。You attend a class on how to take care of your rifle, how to take it apart, put it together, and keep it clean. 銃の分解の仕方とか合わせ方とか掃除の仕方とかいろいろ教えられます。You attend a class on how to throw hand grenades and how to use high explosives. 手榴弾どうやって投げたらいいかを学んだり、あるいは爆発物をどう扱ったらいいかとか、そういうことも学びます。And you attend a class called hand-to-hand combat, and in this class they teach you how to kill your enemies with your bare hands. そして直接戦いの講義も受けます。それは武器なしで自分の手を使って敵をどうやって殺したらいいかっていうことをそこで学ぶんです。Many governments, including the Japanese government and the American government, love to call soldiers and Marines peacekeepers. もういろんな国の政府はですね、米軍アメリカの政府もそうですし、日本政府もそうですが、兵隊とか海兵隊は平和を守る人たちというのが好きですね。But in training, you don't learn anything about keeping peace. In training, you learn how to kill. でも訓練の時に平和を守ることについて一つも学ばないんです。人を殺すことを学ぶんです。There were 40 young men in my platoon. We were all 18 and 19-year-olds. 私の部隊に40人がいて、みんな18歳、19歳の青年でした。My drill instructor would stand before us and ask us this question: What do you want to do? で、私たちの指導者は私たちの前に立って、お前たちは何をしたいのか聞くんです。And we would yell, "Kill!" で、私たちを殺すことだ。And he would say, "I can't hear you." そしたら彼は、聞こえない。何言った？ And we would yell louder, "Kill!" And he would say, "I still can't hear you." もっと大きい声で私たち殺すことで、彼はまた、まだ聞こえないよって。もう一回。And then we would scream at the top of our voices, "Kill!" And then we roar like lions. で、私たちはもう今度叫んでですね、人を殺すことだとして、最後にライオンのように、And this is what it means to be a soldier or a Marine. It means that you will go to war. 兵隊、海兵隊があるということはこういうことです。戦争に行くということです。You will kill and maybe you will die. 人を殺すことです。そしてもしかしたら殺されることです。Because of the Iraqi war and the media and the government's propaganda, many people have a misunderstanding of what soldiers and Marines do when we go to war. イラクの戦争のマスコミの捉え方によって多くの人たちが多分戦争のことを誤解していると思うんです。So I would like to tell you. だからもうそれをはっきりと皆さんに伝えたいと思います。Soldiers and Marines, we do not go to war as social workers. 私たちが戦争に行くのはソーシャルワーカーとしてではないんです。We do not go to war to help old ladies get safely across the battlefields. おばあさんたちがその戦場を安全に渡れるように手伝うために戦場に行くわけじゃないんです。
We do not go to war to hand out books and candy to children. 子供たちに本とか飴玉とかを配ったりするために戦場に行くわけじゃないんです。And we do not go to war to build hospitals and schools. で、病院と学校を建てるために行くわけじゃないんです。Soldiers and Marines, we go to war to kill. 私たちは人を殺すために戦場に行くんです。After my training was over, the Marine Corps told me I was going to the Vietnam War. I was very happy and very excited about going to war. 私の訓練が終わった時にベトナム戦争に送られると言われて、私はもう本当に嬉しかったですね。But on the way to Vietnam, we stopped off on a little island, right off the coast of mainland Japan. The name of this island was Okinawa. しかしベトナムに行く途中に日本のある島に私たちが寄ったんですね。それは沖縄でした。I was stationed at Camp Hansen. Camp Hansen is in King City, and during the daytime, we would go into the hills of Okinawa and we practiced war. 私はキャンプハンスにいたんですが、そこから私は沖縄の山に入って戦争の練習をしました。The training in Okinawa was very different from the training I received in America. 沖縄で受けた訓練はアメリカで受けた訓練とまた違ったんですね。In Okinawa, we use live ammunition every day. We work with tanks and attack helicopters, and we practice how to surround villages without letting the people escape. 沖縄でですね、本当の弾を使って練習したり、そしてそこに戦車があったり、ヘリコプターがあったりで、私たちは誰も逃げられないように小さな村あるいは集落をどうやって囲んだらいいかと、そういうことを学びました。Everything was different about the training in Okinawa. Even the targets that we used to practice shooting our rifles on changed. もう沖縄で全てが違ったんですね。その銃の練習する時の的も変わりました。In America, they taught me to shoot my rifle on a target that looked like this. アメリカでこういう的で練習したんですね。This target is called the bullseye target. これはブルザイ、お牛の目っていう意味ですが、と呼ばれる的ですね。And the idea of this target is to shoot the bullets in the middle of the bullseye. で、目的は真ん中を狙うことですね。So I would like for everyone here, take your hand, make believe it's a rifle, aim and shoot in the middle of this bullseye. 皆さん今手で銃を作って、そしてどうぞ真ん中狙ってみてください。狙ってますね。はい。どうもありがとう。At 200 meters away, when you first shoot your rifle onto the target, your bullets will hit the target like this. 200メートルの距離から銃を撃つと、最初の弾は大体その辺りに行くんですね。But this is not good shooting because the bullets are all spread out on the target. でもこれは良くないですね。もうバラバラ広がってますね。So the military teaches you to bring all the bullets together to one place on the target, and this is called grouping the bullets. で、軍隊ではとにかくその撃つ時にその弾が近寄るように訓練を受けるんですね。これがもう弾を集中させるという意味ですね。And then after they teach you how to group the bullets, then they teach you how to move the whole group of bullets to the bullseye. で、まずそれを集中させて、そこからじゃあ真ん中に持ってくるのにどうしたらいいかということを教えてくれます。Okay, I need for you to stand. Okay. Then when I got to Okinawa, the target changed. じゃあ沖縄に行くと的が変わりました。The target looked like this. What is this? こういうふうな的になりましたね。これは何でしょう？人？ That's right. This is called the human being target. これは、人間という的です。So once again, please take your hand, make believe it's a rifle, and shoot this target. じゃあこれも同じように手で銃を作ってどうぞ狙ってください。どうもどうも。
Now in America, they teach us to shoot in the middle of the bullseye. So where do you think the military teaches soldiers and Marines to shoot human beings? でアメリカでこの、真ん中を狙うように教えますけど、この場合はどこを狙うんでしょう。 Now if you think that the military teaches soldiers and Marines to shoot human beings in the head, could you please raise your hand? 頭狙おうと思う人どうぞ手を挙げてください。数十人いるかな、十数人かな。Maybe around 20 or so? You think more? Yeah, let's say 50. Okay, 50. 50. Okay. 50だね。Shoulder. 肩を狙おうと思う人どうぞ手を挙げてください。肩、1人、2人。Three. Arm. 腕は Leg. Leg. 足 And heart. 心臓は Okay. おー、心臓はすごいね。 Okay. 100円いるかもしれない。 Okay. Now, at this point of the lecture, we're going to start talking about real war. じゃあここから戦争の本当の話をし始めます。 In real war, you cannot shoot at your enemy and miss. 本当の戦争では外れたら困ります。 Because in real war, your enemy doesn't know where you are until you shoot your weapon. 本当の戦争ではあなたが銃を撃つまで敵はあなたはどこにいるかわからないんです。 And this is why the military men wear the camouflage clothing. They wear this clothing to hide. だからカモフラージュの服装をするんですね。目立たないように見えないように。 And in training, they teach you how to take bushes, put it on your body so you blend into the そして environment. 訓練の時に例えばヘルメットに植物をつけたりとか、とにかくもう環境と一つになるように教えられるんですね。 So in real war, if you shoot at your enemy and miss, your enemy will kill you because now they know exactly where you are. だから本当の戦争で銃を撃って外れたらあなたは殺されます。敵はあなたはどこにいるかわかるから。 So all the people who said you shoot into the head, could you please raise your hand again? この頭狙おうと言った人たちもう一度手を挙げてもらっていいですか。 Very sorry to tell you, but all you people are dead. もう知りましたね。 Because the military doesn't teach you to shoot at the head, because the head is the smallest part of the body. 頭狙わないですね。体の一番小さい部分ですから。 And if you shoot at the head, you're going to miss and your enemy will kill you. 頭狙ったらもう必ず言っていいぐらい外れます。そしたらあなたは殺されます。 And the people who said you shoot into the shoulder, please raise your hand で、 again. 肩と言った方たちは Sorry to tell you, you're dead also. 知りましたね。申し訳ないです。 Because the military doesn't teach you to wound the enemy. The military teaches you to kill the enemy. 軍隊では敵を怪我させることを教えないんです。殺すことを教えるんです。 And all the people who said you shoot into the heart, please raise your hand 心 again. 臓と言った人たちもどうぞ手を挙げてください。 You watch too much movies. 映画の見過ぎです。 And you're all dead. みんな死にました。 Military doesn't teach you to shoot at the heart because the heart is a very small angle to the body. この心臓も角度、狙う角度が非常に狭くても狙いづらいところです。 But most people who hear this lecture pick heart, and I know why you say で heart. も多くの人たちは心臓を選ぶんですよ。で、なぜそうなのか私も分かります。 You say heart because you're very kind and merciful people. 皆さん親切だからですね。 Because you know if you shoot someone in the heart, they will die instantly, no pain, no suffering. 親切だっていうのは心臓を狙ったらその人も即死するから苦しまないで死ねるという意味ですね。 But real war is not about being kind and merciful. でも本当の戦争はそんな親切なものではないんです。 So us soldiers and Marines, we're trained to shoot here. 私たちはここを狙うんです。 At 200 meters away, if you aim here, your bullets will land here. 200メートル離れたところからここを狙ったら弾は大体ここに集中します。 And remember grouping, so it's not one bullet, it's 5, 6, 7 bullets in the middle of your stomach. 5回も6回も撃つんです。 You do not die instantly from this wound. ですぐ死なないんです。 I saw many of my friends, 18 and 19-year-old boys, die from this wound in Vietnam.
18歳、19歳のたくさんの友達がこういうふうに撃たれて死ぬのを私は自分の目で見ました。You last many hours screaming and crying in great pain before you die. その苦しみは何時間も続くんです。もう叫びながら死んでいきます。So in America, they taught me how to shoot my rifle. ですからアメリカで銃の撃ち方学びました。But in Okinawa, they taught me how to kill. だから沖縄で人を殺そうと学びました。After my training was over in Okinawa, we finally shipped out to Vietnam. 沖縄の訓練が終わってやっと私たちはベトナムに向かいました。I was so excited about going to war, I could not sleep at night. 私はもう興奮しててもう夜眠れませんでした。I was not afraid to go to war. 全然怖くなかったです。Because as a boy, I saw many movies about war. なぜかというと小さい時に戦争についてたくさんの映画を見たからです。And in the movies, there's always the handsome heroes. そして映画で見るといつもハンサムな主人公がいるんですね。And in the movies, there's always beautiful music playing in the background. そしてバックにいつも美しい音楽流れてるし。And in the movies, the handsome hero always kills his enemy with honor, face to face. そして映画ではそのハンサムな主人公は必ず敵をいい形で殺すんですね。And in the movies, the handsome heroes always saves the women and children. そして映画ではそのハンサムな主人公は必ず女性と子供たちを救うんです。But I spent 13 months in the jungles of Vietnam, and I have killed many North Vietnamese soldiers, and I've seen many people die. でも私は13ヶ月ベトナムのジャングルにいてたくさんの北ベトナムの兵隊を殺しました。またたくさんの人たちが死んでいくのを見ました。And the first thing that I learned in the jungles of Vietnam is that real war is not what you see in the movies. で私が最初に学んだことは本当の戦争は映画で見る戦争と全く違うということです。In real war, there's no handsome heroes. 本当の戦争にはそのハンサムな主人公はいないんです。There's no music playing in the background. 音楽も流れてません。There is no honor in war. 敬意も何もないです。And in real war, no one saves the women and children. The women and children have to save themselves. そして本当の戦争では誰も女性と子供たちを助けません。もう自分たちで自分たちを助けなければいけないんです。And in real war, there's no rules. そして本当の戦争にはルールは全くありません。You kill your enemy any way that you can. もうどんな方法でもいいからとにかく敵を殺すことが目的です。If your enemy is sleeping, you don't wake him up and let him get his gun. You kill him while he's sleeping. 敵がもし寝てればそれを起こして銃取れるようにしないです。もう寝たままで殺してしまうんです。If your enemy is eating, you don't wait for him to finish his meal. You kill him while he's eating. もし敵が食べてればその食べ終わるまで待つわけじゃないんです。食べてる間にその場で殺してしまうんです。And if your enemy is going to the toilet, you don't wait for him to finish. You kill him at his toilet. もしトイレに行ってる敵であればそれを終わるまで待たないんですね。もうその時にもう殺してしまうんです。And the people who suffer the worst in war is always the women, the children, and the old people. そして戦争でどの戦争も一番苦しむのは女性と子供たちと高齢者です。When we attacked the villages in Vietnam, the Vietnamese men would grab their guns and run into the jungle to fight us. 私たちは村を攻撃するとベトナム人の男性の人たちは銃を持ってジャングルに逃げるんです。私たちと戦うために。But the women would gather all the children in the village and they would run into the jungle to find a place to hide. しかし女性は子供たちを集めてそしてジャングルに入って隠れるんです。After we kill the Vietnamese men, then we have to go into the jungle and find where the women and children are hiding. でその男性を殺した後、その女性と子供たちが隠れているそのジャングルの場所を探すんです。It's always easy to find their hiding. それは簡単です。Because after 3, 4, 5, or 6 days of no water and no rice, the little children would be screaming and crying because of the hunger pains. 水と食べ物もなく、3日間、4日間、5日間、6日間ぐらい経つと、もう苦しみで子供たちが叫んでるんです。So we would go deep inside of the jungle, stand and listen, and soon we hear the crying of the children. That leads us to their hiding place. 私たちはジャングルに入って耳を傾けたら、その子供たちの叫び声が聞こえてくるんです。だからどこにいるか分かります。
And the old people are too old to run away from machine gun bullets and attack helicopters. で高齢者はもう年取ってるからもう逃げられないんですね。機関銃とヘリコプターから逃げられないんです。The old people are too old to even keep up with the women and children as they run through the jungle. もう高齢者になる本当に女性と子供たちにも追いつかないんですね。置いていかれるんです。And I've seen the women and children stop in the jungle and try to wait for the old people. その女性と子供たちが止まってその高齢者が追いつくのを待ってるのを見たことあります。The old people would say, "Go on, go on, we'll catch up." But the old people would never catch up, and we Marines would find them in the jungle dead and dying alone. でその高齢者はもう行け行け、もう私たち追いつくから追いつくからと言うんですけど、でも追いつかないんですね。で後でその高齢者がもう苦しくなって倒れてもう死んでるのを私たちは見るんです。Now these are the scenes that you'll never see in the movies. これは映画に出てこない場面ですね。And these are the scenes you will never see on the evening news. 夜のニュースにも多分出てこないと思います。After we attack the villages, you have to clean up the battlefield, which means you have to gather all the dead people so you can count them. その村を攻撃した後、私たちは次にその遺体を集めなきゃいけないんですね。遺体を集めて数えるんです。So we bring all the dead people to the middle of the village. だから死んだ人たちは全部その集落の真ん中に持ってくるんです。And we separate them. We put all the dead men in one pile, all the dead women in one pile, and all the dead children in one pile. して分けるんですね。男性はここ、女性はここ、子供たちはここと。And if the bodies are missing parts, like heads, arms, legs, you have to go find these body parts and put them with the bodies that are missing. で、その体の部分がなければ、例えば頭がないとか腕がないとか足がない場合は、それも探しに行って、それをまた持ってこなきゃいけないんですね。When we attack the villages, there are two types of people who are left in the village, the dead and the dying. 私たちがその村を攻撃した後、その村に残っている人には2種類がいるんです。死んだ人たちと死にかけている人たちです。Many people who are badly wounded would crawl out of the village into the jungle to find a place to hide and die. もう怪我した多くの人たちはその村からなんとかもう這いながらでもジャングルの方に入って隠れる場所を探すんです。死ぬためにですね。And we Marines would have to go into the jungle and find where the people have hidden themselves to die. で、私たちはその死ぬために隠れているその場所を私たちまたジャングルに入って探すんです。There are two ways of finding the dead people. で、その死んだ人たちを探す方法も2つあります。The first way is to go into the jungle, stand still, and listen for the flies. 一つの方法はジャングルに入ってとどまってハエの音に耳を傾けることです。If you follow the sound of the flies, they will always lead you to dead bodies. そのハエの音を探せば必ずそこに遺体があるんです。The second way of finding the dead people is to go into the jungle and start smelling with your nose. で、2つ目の方法は同じようにジャングルに入ってこの鼻で匂いを嗅ぐんです。And soon you will smell the smell of decomposing, rotting bodies. で、腐った肉の匂いがしてきます。The smell of decomposing, rotting bodies is so powerful, it'll make your food jump out of your stomach into your mouth. It'll make your eyes water, your nose run, your whole body becomes weak. その匂いはあんまりも強烈で、もう食べ物がもう口から出てしまうんですね。目から涙が出て、もう鼻水が垂れて、もう非常に強烈な匂いです。This is a smell that I will never forget これは私は絶対忘れられない匂いです。because this is the smell of war. これは戦争の匂いです。There are many good movies about war, movies like Platoon and Saving Private Ryan. 戦争についてのいい映画もあると思います。プラトゥーンとかプライベート・ライアンのような映画ですね。But these movies are not about real war because there's no smell. でもこれらの映画も本当の戦争についての映画ではないんですね。なぜかというと匂いがないからです。When people go to see movies about war, you buy popcorn, soft drink, candy. 人が戦争の映画を見に行くときにポップコーンとか飲み物とかキャンディーとかいろんなものを買ってそれを食べながら見るんですね。But if they could make a war movie to give you the real smell of war, you would not be able to eat your popcorn and you would never go see another war movie. でもその本当の戦争の匂いがするようなそういう映画をもし作ることができればそれを見ながら絶対ポップコーンなんか食べれない。そして二度と戦争の映画を見ることもできないと思います。
The smell of real war is the smell of decomposing, rotting bodies. 本当の戦争の匂いは腐った人間の肉です。It is the smell of burning bodies. 焼けてる人間の肉の匂いです。It is the smell of blood 血の匂いです。and the smell of gunpowder. そして花粉の匂いです。After we find the women and children, we bring them back to the village. 女性と子供たちを見つけたら、その女性と子供たちまた村に連れてくるんです。The women and children walk into the village and they see the piles of dead bodies. で、その集落に入ってくると、そこに置いてあるその遺体を見ます。And I've seen the little children run over to the pile of dead women. で、小さい子供たちがその女性の遺体が溜まっているところに走っていくのを私は見たことあります。The little children would grab at arms and legs, screaming and crying. その腕を掴んだり足を掴んだり泣いてしまうんですね。And I've seen the Vietnamese women run to the children and try to pull them away from these dead bodies. そしてベトナムのその女性たちがその子供たちをその遺体から離そうとしているのを見ました。But the little children would hold tight. They would refuse to let go of their mothers, even though their mothers were dead. でもその子供たちがしがみつくんですね。なぜかというと、それは自分のお母さんの遺体だからですね。死んでも離せないです。And the old people go from pile to pile, identifying their family members. そして高齢者がその一つ一つの遺体の塊を見て、自分の家族の人たちを確認するんです。Many of the old people fall to the ground crying, realizing there's no one left in their family. そしてもう涙で倒れるんですね。自分の家族も誰も残ってないと思うと、その悲しみでもう立てられなくなるんです。Many people ask me what happened to me in Vietnam to make my eyes open to the horrors of war. ベトナムで何が私を変えたかとよく聞かれます。I saw many things that made me start to think. 私が考えさせられる多くのことを見てきました。But there is one thing that happened to me in Vietnam that changed my life forever. でも永遠に私の人生を変えた一つの大きな出来事がありました。My marine company was going through a village when we were attacked by the North Vietnamese soldiers. 私の部隊がベトナムのある村を通っている時に北ベトナムの兵隊に襲われたんです。Many of my marine friends were killed and many were wounded. 友達の多くが殺され、また怪我しました。The rest of us ran around trying to find places of safety. で、残った私たちはもう隠れる場所を探しました。I ran behind a Vietnamese person's house and I went down into their family bunker. 私は家の裏にあるシェルターみたいなところに入りました。The Vietnamese people always built family bunkers behind their homes. ベトナムの人たちはいつも自分の家の裏にその隠れる場所を作っていたんですね。This is where they take their families for safety when the Americans would fly over and bomb their village. 米軍が空爆するときにみんなそういうところに隠れていました。But once I got down inside of the bunker, I realized there was someone there with me. でもそのシェルターに入ってから自分は一人ではないということに気づいたんです。I turned and looked. It was a young Vietnamese girl, maybe 15 or 16 years old. 振り向いたらそこにベトナムの女性、多分15歳ぐらいの女性がいたんです。When she looked at my face, she was terrified. 彼女は私の顔を見たときにもう恐れに満ちていたんです。She looked at me like I was a monster. もう私を怪物のように見たんです。She was very afraid, but for some reason she could not get up and run away. 彼女をあんなに恐れていたのに逃げることはできなかったんです。She was breathing very hard and she was in great pain. もう非常に苦しんでたようです。So I crawled over to her and I realized she was naked from the waist down. で、私は声をかけたんですけど、彼女を見たときに彼女の下半身は裸になっているということに気づいたんです。I could not understand what was wrong with her. 何が起こっているか分からなかったです。She kept breathing hard and making a pushing sound. 呼吸も苦しそうで、何か体に押そうとしているような音をしていました。So I looked between her legs and I saw the tiny head of a baby, but at the time I did not know it was a baby. で、彼女の足の間を見ると、そこに赤ちゃんの頭が見えたんです。その時は赤ちゃんの頭だと分からなかったんですけれども、何かがあったことが分かったんです。I didn't know what was happening to this girl or how to help her. 何が起こっているか分からないし、どうやって助けたらいいかも分からなかったです。
Because in the Marine Corps, they never taught me how to help life come into this world. もう海兵隊でその世界に命をもたらす方法を私たちは一切学んでませんでしたから。In the Marines, they only taught me how to kill. もう殺すことしか学んでなかった。The girl started to push very hard, so I took my hands and I put it between her legs. その女性がもうサブに力入れて何か押そうとしてるような感じで、私は彼女の足の間に手を置きました。And to my shock and surprise, a baby came out of her body into my hands. そうすると、なんと彼女の体から赤ちゃんが私の手に生まれ落ちたんです。The baby was covered with afterbirth and steam was rising from its で、そ body. の赤ちゃんは後産にもう包まれて、そしてもう湯気みたいなものが立っていたんです。The girl snatched her baby from my hands. She bit the umbilical cord with her teeth. She wrapped her baby in black rags, crawled out of the bunker, and ran away into the jungle. その女性は私の手からその赤ちゃんを取って、へその緒を自分の歯でちぎって、そして布に包んでもう逃げていったんです。At first, I could not believe I had witnessed such a thing. もうそんなことを見たっていうことをもう信じられなかったですね。But when I looked at my hands, I still had the afterbirth from the baby. でも自分の手を見たらそこにまだその後産がついていたんです。When I came out of the bunker, I was a different person. もうそのシェルターから出てきたら私はもう違う人間になっていました。 And when I joined my Marine friends who survived the battle, they kept asking me what's wrong, but I never told them about this girl and her baby. そして自分の友達と一緒になったら友達にどうしたのどうしたのともう何回も聞かれたんですけど、私は一切そのことを話さなかったです。 This was a very important moment for me because by seeing the baby born, I realized that the people of Vietnam were human beings. これは私にとっても何よりも重要な瞬間だったんですね。これによって初めてベトナムの人たちは人間であるということに気づかされたんです。 And this was very important because throughout all of my training in America and in Okinawa, they never called the people of Vietnam Vietnamese. でもアメリカの訓練の時も沖縄の訓練の時もいつの時もそのベトナムの人たちは人間である、ベトナム人であるとそういう言い方されたことがなかったです。 They only called them gooks, slant eyes, communists. And we were trained to believe that communists were not human. まあ共産主義と言ったり、あるいは人をけなすようなそういう言い方しか学んでなかったんです。ベトナムの人たちのことを言うのに。で、共産主義だって言ったら私共産主義者はもう人間ではないというふうに教えられたから、もうとても人間だと思えなかったんです。 And this is something that you should remember, and that is that all governments and all militaries dehumanizes the human beings that their soldiers are going to kill. これは皆さんにぜひ覚えてほしいことだと思うんですけど、軍隊というものは必ずその敵を非人間化するんです。人間として認めないんです。 During World War II, the United States military dropped nuclear bombs on two major cities in Japan, Hiroshima and Nagasaki. 第二次大戦の時に米軍が日本の2つの大きな町に原爆を落としました。広島と長崎ですね。 To those American pilots, they did not believe they were dropping nuclear bombs on human beings. でもその爆弾を落とした飛行機のパイロットは人間の上にその爆弾を落としていると思ってないんです。 To the Americans, they were dropping nuclear bombs on Japs. And to the Americans, Japs were the same thing as rats, not human. もうアメリカ人にとってそれは人間ではなくてジャプスにその爆弾を落としてるんですね。でジャプスはそれネズミと同じでもう人間ではない。 And during World War II, the Japanese imperial soldiers captured hundreds and thousands of British and American soldiers. そして第二次大戦の時に日本軍もたくさんの、イギリス、アメリカ、いろんな国の兵隊を捕らえました。 They tortured and murdered thousands of them. で何千人も殺しました。 Because to the Japanese imperial soldiers, the British and the Americans were not human. They were devils. 帝国人軍隊の兵隊にとってその、米軍の兵隊、イギリスの兵隊は人間ではないんですね。鬼だったんです。 And even today, the United States military soldiers are calling the people of Iraq sand monkeys, not human. で今でも米軍はイラク人のことをサンドモンキー、砂の猿という呼び方をしてるんですね。イラク人とは言わないんです。
But after seeing the baby born, I went out of my way to become friends with the Vietnamese people. しかしこの赤ちゃんが生まれた後、私はできるだけベトナムの人たちと友達になれるように努力しました。I became friends with many Vietnamese mothers. I would visit their homes and play with their children. ベトナムの多くのお母さんたちと友達になりました。そのお母さんたちと子供たちとも一緒に遊びました。And whenever the Vietnamese mothers would ask me for things like food, medicine, blankets, I would steal these things off the military base and give it to the mothers for their children. そしてそのお母さんたちが例えば食べ物が必要だとか薬が必要だとか毛布が必要だとかって言ったら、うちは基地からそれを盗んでその人たちに配りました。But the Vietnam War is not the first time that these things have happened that I've told you. しかし私が今日話したことはベトナム戦争で初めて起こったことではないんです。The things that I have told you happens in every war we have on this planet. もう全ての戦争において同じことが起こるんです。The things that I have told you are happening at this very moment. 今でも起きてるんです。It's happening in places like Palestine, Afghanistan, Iraq, many places in Africa, many places in Europe, and many places in Southeast Asia. パレスチナ、アフガニスタン、イラク、アフリカの多くのところ、ヨーロッパの多くのところ、中米、南米でいろんなところでこの戦争が起きてるんです。The things that I have told you happened on the little islands of Okinawa. そして沖縄でも起きています。During World War II, the most horrifying and the bloodiest land battles of the whole Pacific War took place on the little islands of Okinawa. 第二次大戦の最も激しい戦いは沖縄で起きたんです。Hundreds and thousands of Okinawan people were killed, men, women, and children. 何十万人の人たちが殺されました。たくさんの女性、子供たち。And during the Battle of Okinawa, the Okinawan women gave birth to babies in caves along roads and along riverbanks. そしてその時に沖縄の多くの女性たちが洞窟の中とか道端とかいろんなところで赤ちゃんを産みました。This was the most terrifying time in the history of the Okinawan people. これ沖縄の歴史の中で最も悲劇的な時だったと思います。And every day the Okinawan people are being terrorized because the United States military still occupies their islands. そして今も沖縄は毎日その米軍がいることによってテロにさらされています。You may remember that in 1995 there was a terrible kidnapping and raping of a 12-year-old child by 3 United States military men. 皆さん覚えているでしょうか。1995年に3人の米兵に12歳の女の子が誘拐されてレイプされた事件がありました。And just recently, a 14-year-old child was raped by a United States military man. そしてつい最近米兵に14歳の子供がまたレイプされました。But you should know that this is not the first time that an Okinawan child or Okinawan woman have been raped by a United States military men. しかしこれは初めてではないということを皆さんに知ってほしいと思います。Since the end of World War II, thousands of Okinawan women and children have been raped. Many rapes are reported, but many rapes go unreported because of the shame factor. 第二次大戦が終わってから何千人の沖縄の女性がレイプされています。でその一部は報告されますが、報告されないレイプの件数の方が多いと思います。Since the end of World War II, thousands of Okinawan people have been killed, crippled, and injured in car accidents caused by United States military men. 第二次大戦が終わってから多くの沖縄の人たちが交通事故によって、米兵による交通事故によってですね、殺されたり怪我されたりしています。But as a parent, I'm very worried about the children of Okinawa. しかし私は一人の親として沖縄の子供たちのことを非常に気にしています。Because the children of Okinawa grow up all their lives surrounded by United States military bases and violence. 沖縄の子供たちはもう日々その米軍の基地に、そしてその暴力に囲まれて育っていくんです。Because of the rape of the 12-year-old child, I've been coming to Japan since 1996. その1995年の12歳の女の子のレイプのその事件をきっかけに、私は1996年から毎年日本に来るようにしています。And I've been working with thousands of mainland Japanese, Okinawans, and Americans. そして何千人の日本人、またアメリカ人と平和活動をしています。Buddhists and Christians, men and women, young and old.
仏教徒、キリスト教徒、女性、男性、若者、年寄り、もうみんなと力を合わせて活動しています。And we go to the military bases in Okinawa and we protest. で、私たちは沖縄にある米軍の基地に行って抗議するんです。We want all the United States military bases in Okinawa closed. もうそこにある全ての基地を閉めたいです。閉鎖させたいです。We want the Americans to pack up their guns, their tanks, their violence, and go back to America where they belong. アメリカ人にその銃とか戦車とか暴力というのをもう全部畳んでアメリカに持って帰ってほしいです。It's time now that the Okinawan people can raise their families in peace. もうそろそろ沖縄の人たちが平和に自分たちの子供たちを育てる時が来たのではないでしょうか。And we want all the United States military bases on the mainland of Japan closed. そして沖縄以外の日本にあるその米軍の基地、これも全部閉鎖したいです。World War II is over, and it's time now that the Americans go back to America. 第二次大戦が終わった。アメリカの兵隊はもうアメリカに帰っていいです。It is time to end the military occupation of Japan by the United States. もう米軍による日本の占領をもう終わらせていいです。It is time now that you, the citizens of Japan, that you have your country to yourselves. もうそろそろ日本は日本人の手に渡す時が来たと思います。When I came to Japan in 1996, a Japanese citizen gave me a copy of your constitution in English. 私は1996年に日本に来た時に、日本のある友達が日本国憲法を渡してくれました。When I read the Article 9 of your constitution, I couldn't believe what I was reading. 第9条を読んだ時に私は信じられなかったですね。It was so powerful and so beautiful. これはにも力強くて美しいものだったんです。The Article 9 of your constitution is more powerful than any nuclear weapons. It is more powerful than any armies of any country. この9条がどの核兵器よりもどの国の軍隊よりも力強いものです。When I look into your faces, I see the power of your Article 9. 皆さんの顔を見るときに9条の力が見えるんです。As you sit here tonight, you're not worried about going home to find out that your sons or your husbands or your brothers have been killed in the Iraqi war. 皆さんは自分の兄弟と家族がイラク戦争で殺されたという心配はないです。As I look into the faces of your young children, they're not worried about their brothers or fathers being blown up, killed, crippled, and injured because of war. 皆さんの子供たちを見るときに自分の親、自分の兄弟が戦争で殺され、あるいは、怪我をすることを心配してないと思います。That's the power of your Article 9. It has saved you from the misery. それは救助の力です。皆さんをその悲劇から救ってるんです。It is very important that every citizen and every student of Japan that you realize how lucky you are to have Article 9. 日本の国民の一人一人、学生の一人一人にその救助があるということはどんなに素晴らしいことであるか、もう一人一人にみんなに知ってほしいです。分かってほしいです。Because every major country's children on this planet know the horror of war. 他の国の多くの子供たちは戦争の悲劇を知っています。My children in America know war. アメリカにいる私の子供たちは戦争を知っています。The British and the French. イギリスとフランス人の子供たちも戦争を知っています。The Germans and Italians. ドイツ人、イタリア人も戦争を知っています。The Russians and the Chinese. ロシア人、中国人も戦争を知っています。The Australians and the Canadians. オーストラリア人、カナダ人も戦争を知っていま The す。 Koreans. 韓国人も戦争を知っています。 All of their children know the misery and the horror of war. 彼らの子供たちはみんな戦争はどんなに悲惨なものであるか知っています。But here in Japan, your children don't know war because the Article 9 of your Constitution have saved them from the suffering. 日本の子供たちは戦争を知らないんです。なぜかというと、その救助によって守られているからです。But as you all know, there are politicians at the Diet who are working very hard to remove the Article 9 from your Constitution. でも皆さんご存知のように日本政府に今その救助を変えたいという人たちもいます。You citizens of Japan, you must never allow the Article 9 to be removed from your Constitution. これ絶対許してはいけないことです。
The Article 9 have saved you and your families from war and violence. Now it's time for you to protect the Article 9. 皆さんは戦争と暴力からこの救助によって守られています。今度は皆さんがその救助を自ら守る時が来ていると思います。And the Article 9 of the Japanese Constitution is not important just for Japanese people. これは日本と日本人のためにだけではないんです。The Article 9 is important for every human being who live on this planet. この地球上で住んでいるすべての人間にとってこれ重要なことです。As American, I wish America had Article 9. アメリカ人としてアメリカに救助のようなものがあることを望んでいます。I wish every country on this planet had Article 9 in its constitution. もう世界のすべての国に救助があればいいと思います。So once again, I would like to thank all of the organizations and all of the organizers for their hard work of organizing this lecture. 最後にもう一度この機会を企画してくれた皆さんに心から感謝したいと思います。And I would like to thank this audience for taking time from your busy schedules to come and hear my story. Thank you. 皆さん忙しい中、私の話を聞くためにここに来てくださった本当に心から感謝しています。ありがとうございます。